こんにちは、とみつキャンパーです。新潟県湯沢町に車中泊に行ってきます。今度、子供がスキー場で遊びたいということで、雪道の運転に慣れておきたいと考えています。我が家のハイエースは4駆ではなく2駆、ちょっと怖いなと思ってビクビクしてます。折りたたみ式のスコップとスノーブラシ、そしてラバーチェーンっていうんですかね。非金属のチェーンを買いました。雪中車中泊になればいいなと思ってるんですけど、最近は暖かくて天気がいい日が多いので、果たして雪は降るんでしょうか。無理のない範囲で行ってきます。途半車線はやっぱり速度が落ち込みますが、3速に入れれば回復します。さあ、関越トンネルです。湯沢インター降ります。最近車の見た目をちょっとだけ変えてます。全然お金をかけない範囲なんですけど、グリルやドアミラー、あとはドアハンドル、メッキパーツを黒くしたくてラバースプレーでペイントしました。グリル社外品買うと結構高いんで、スプレー買って吹いただけなので安上がりですね。またこれラバースプレーなんで剥がせば元のメッキに戻ります。フロントグリルは塗った部分もほとんど傷みはないですね。ドアミラーも塗りました。ただこれつけたまんま塗ったんで結構ムラがあるんですけど、まあこの辺も無骨でいいでしょう。普段触る部分はどうしてもちょっとね、剥がれが出てきちゃうみたいなんですけど、助手席、スライドドアは子供や友達が最近この車を遊び場にしてるんで、塗って2、3ヶ月ですけど、なんかそろそろまた塗り直すか、いっそのこと黒いドアハンドルに交換したいですね。あとは純正ホイールのカバー外しました。中サビサビかなと思ってたんですけど、意外と綺麗だったんで、これもうちょっと磨けばかなり良くなりそうですね。新しいホイール買うのも高いんで、スタッドレスはこの鉄鎮を当面使おうかなと思ってます。スーパーに到着しました。キーレスでドアミラー畳まれるの便利。食材買ってきました。イグニッションオンと同時にミラーが開くので便利です。タイヤの空気圧も大丈夫ですね。スライドドアピーピー言うからこれを押して消しとこう。これでもう鳴らない。スライドドアの音を消したいときは自分でつけたこのボタンめっちゃ便利ですね。窓の準備、とりあえずお茶でも飲むか。バンクベッドからテーブルを出してセット。
バッテリーを保護するためにいつも最大 90% までしか充電してません。この最大値はスマホアプリで設定変更できますね。この子は最大 600W までしか出力できないので、この電気ケトルは消費電力 900W なんですけど、こっちのエコフローが出力を下げて 600W にしてお湯を沸かします。なのでちょっと時間はかかるんですけど、ちゃんとお湯は沸きます。ちなみに今暖房使ってないんですけど、車内はこれだけ温度がありますね。今日はそんな寒くないです。湯沢町、外の温度今4度ですね。お湯が沸いた。もう家からお茶持ってきてあるんでね。これお茶っ葉入ってるから薄めて何杯か飲みます。いや、ようやく一息ついて。うまい。キャンピングカーほんといいですね。移動する自分の部屋が最高すぎる。今6時なんですけど、今日お風呂が9時までなんで微妙なとこですね。今日は鍋作ろうと思うんですけど、食べたら移動しようかな。お風呂入って、その後もう少し宴の続きをやろうかなと思います。よし、鍋作ろう。食材を出すか。これめっちゃでかいですよね。500g 野菜入ってます。南魚沼産ぶなしめじ、豚肉、こんなもんかな。ネギだけ今洗っときますか。今日これ水出るかな。最近調子悪いからな。これ何回かやってるとついたり。あ、来た。弱い。水出ないな。どうやら壊れたようですね。今日はこれでいきましょう。鍋の素で2人分作っとこう。水は300。湯水で使おう。これで後で濃かったら水を足そう。忘れずにこの一酸化炭素チェッカーもつけときます。音声式一酸化炭素警報器をご利用いただきありがとうございます。準備中です。念のため2分間お待ちください。火をつけます。換気扇も入れときますか。なんだっけ、これ換気扇うるさいな。ベンチレーターの方がいいな。こっちちょっとベンチレーター回しましょう。これで換気ができる。バッテリーもうあんまりないですね。お風呂入るときに車を動かすんで充電されるでしょう。いやー、めっちゃうまそうだぞ。しかしキャンピングカーなのに水道が使えないのが痛いですね。直さなきゃ。さあ、ネギはなんとか天然水で洗いました。料理の才能はないのでちゃちゃっとですね。もうとにかく簡単に作れるものでやっちゃいました。お玉忘れちゃいましたね。なんでいつも何か大事なものを忘れちゃうんだろう、僕は。結構うまくいった。めちゃめちゃうまそう。ここに温泉卵を乗せて。できました。不器用なおっさんの簡単鍋です。いただきます。
間違いないうまさですね。いやー、部屋があるって最高。結構鍋の匂い残ってますね。少し換気してから移動しようと思います。テーブルレイアウト、縦向きから横向きに変えました。これ簡単にレイアウト変えられるんでいいですね。現在の温度は0度、標高622メートルです。結構山道を上がってきたんですが、こんなところでも 5G が飛んでますね。そろそろ iPhone 充電しないとまずいですね。天気予報では夜中に雪が降るみたいなんですが、果たして降るんでしょうか。さあ、なかなかいいお風呂でした。目的地に到着しました。案内を終了します。運転お疲れ様でした。じゃあ今日はここで仮眠を取るのでシェードします。シェードフロント3面はできました。これバックモニター兼ドラレコなんですけど、前後撮ってます。で、車から降りても高圧ケーブルをつないであるので、タイムラプスでずっと録画してます。規定の電圧を下回ると自動的にオフになるっていう仕様になってます。高圧ケーブルつないでできるようになってよかったです。本当ならドラレコ用のバッテリーにつなぐといいと思うんですけど。手間はかかったんですけど、全部シェードできました。今日はもうベッド展開して寝る準備をしてちょっとくつろごうと思います。テーブルの足はここにします。この背もたれがここに来ます。続いて電気毛布をセットしてできました。車内のカーテンと一緒でブラウンのしましまで目がチカチカしてきますね。これコールマンのシュラフ2つ上下で連結させてます。広々寝たくて連結してます。これ0度まで対応なんですけど、広々寝れる分シュラフに隙間ができて寒いんで中に毛布を入れてます。これにくるまって寝ます。一旦畳んで
軽く宴します。バンクベッド空いたんで荷物置き場にしました。これバンクベッドで寝るの好きなんですけど、冬場は足元がね冷えるんですよね。シェルの向こう側が外になるんで、今日は初めて下で寝るのでちょっとワクワクしてます。普段家族で来るときは妻が下で一人で寝てます。雨が降ってきましたね。ノンアル買ってきたんで飲みます。レモンサワーいただきます。うまい。さて、歯磨きして寝る準備しよう。歯磨きはいつもの方式です。あんまり流し使いたくないので凝固剤で固めて捨てます。このスタンドに袋をセットして、さあこれで歯磨きをします。そっか、こっちは消防署なんだな。お疲れ様です。ちょっと寒くなってきたので FF ヒーターをオンにしました。床下なんでなかなか風が来ないですね。ダクトをこっち側に出してちょっと送風口を工夫しないと温まらないですね。電気毛布を宙にして、あと Apple Watch を充電してます。80% あるんで朝まで余裕だと思います。車の方のサブバッテリーは今 FF ヒーターつけてて消したんですけど、ほとんど減ってないんで良かったです。今冷蔵庫かなり弱くつけてるんですけど、これも多分朝まで大丈夫じゃないかなと思います。温度計、今ちょっと FF ヒーターつけて暖かくなって、ここの温度が12度ぐらいですね。湿度もタオル干してるからか、まあ外が雨も降ってるんで湿度だいぶ上がってきました。運転席の方がエンジンルームの熱気が上がっていくんでちょっと暖かいですね。バンクベッドは一番寒いです。この2番の温度計は雨が降ってるので濡れないようにして外に出します。そろそろ寝ようと思います。バンクベッドじゃなくて下で初めて寝ようとしてるんですけど、広々としてました。バンクベッド結構高さが低いんで圧迫感あるんですよね。バンクベッドほど寒くなくていいです。天気予報を見ると最低気温がマイナス1度ぐらいのようなので、そんなに寒くならなさそうですね。去年長野で車中泊した時はマイナス10度くらいまで下がった時があったんで、全然余裕で過ごせそうです。雨の音が聞こえてますね。屋根に当たる雨の音好きなんですよね。このまま雪に変わるかもしれません。リモートワークですが、朝から仕事があるので早めに自宅に帰ろうと思います。いやー、キャンピングカーって本当にいいですね。それではおやすみなさい。おはようございます。起きました。今外の温度が1度、寝ているこの場所が6度ですね。最低気温も外は 0.8 度だったみたいですね。そこまで冷えなかったです。なので
電気毛布途中で熱くて弱と中の間ぐらいでちょうど良かったです。切っておきます。一晩電気毛布使ってエコフローはまだ 53% 残ってますね。そしてサブバッテリーの方はずっと弱く冷蔵庫が入ってたんですが、不思議なことに寝る前とそんなに変わらないですね。これでちょっと一回 FF ヒーターつけたらどうなるのかやってみます。まずはベッド戻して座席にします。出発の準備しましょう。雪降らなかったですね。山の上の方は雪かもしれないですけど、ここは雨です。ちょっとバッテリー減ってるんで、こういう時はエンジンをかけて FF ヒーターをつけるといいんですが、このままつけてみます。この転換の瞬間に電力を使うので、一気に減りましたね。ただこの鉛バッテリー、電圧が安定してくるとまた針がちょっと回復したりするので、様子を見てみます。これ蛍光灯の消費電力がちょっと大きそうなので消しておきます。これも LED に変えたいですね。ほら、やっぱり FF ヒーターつけた直後はメモリ減ってたんですけど、また復活しましたね。鉛バッテリーだとこういうものなんですかね。バッテリーのメモリの動きがよくわからないので、詳しい方がいたら教えてください。これ緑から白のラインに入っていても、なんかしばらくすると半分ぐらい復活したりするんですよね。一度電圧が減ってもまたちょっと増えたりするんですかね。不思議。さあ、目覚めの一杯を作りますか。コーヒーに牛乳入れて飲むのが好きなので、この冷蔵庫開かないときはこの下を押すと上のロックが外れて開きます。さあ、牛乳、昨日伊沢町のスーパー行ったんですけど、この牛乳が売ってました。このロゴ小さい頃すごい見た記憶があって、でも埼玉に引っ越してきてから全然見てないなと思ったら、長野や新潟の農協はこのロゴなんですかね。懐かしいな。目覚めた。そろそろ FF ヒーター切って車も移動したいと思います。